札幌観光の定番の食といえばラーメン。でもあなたがガイドブックで目にするその一杯、本当に地元の人が通い詰める店ですか？今回は観光客がまず足を踏み入れないエリア、札幌市清田区へ。ここにはわざわざ車を走らせてでも食べたい唯一無二のやばい名店がひっそりと存在しています。札幌中心部からは少し離れている、だからこそ残っている味一本で勝負しているラーメン。地元民だけが知る秘密のラーメン巡りスタートです。まず向かったのは駅から遠く離れた郊外にありながら昼時には凄まじい行列を作る店、ラーメン虎。一歩足を踏み入れればそこはロックンロールな別世界。店主のケンさんは大のクレイジーケンバンドの愛好家。そしてそのスタイル以上にロックなのがこちらのラーメンなんです。見てください、この美しくクリーミーなスープ。看板メニュー琥珀。あなたの塩の概念を変えますという挑戦的なキャッチコピー通り、豚骨と魚介の旨味を極限まで凝縮。一口の目はそのまろやかさに誰もが驚くはず。ロックの魂と繊細な技術が融合した清田が誇る最強のニュースタイルラーメン。強烈な虎の余韻に浸りながら次に向かうのは、なんとそこから目と鼻の先。実はこの清田区北のエリア、指折りの実力店が隣り合うとんでもない激戦区なんです。続いての一杯はあの伝説の名店の遺伝子を継ぐ美しすぎる中華そば。2020年のオープン直後からラーメン通の間で話題となった麺屋高崎。店主は札幌味噌ラーメンの名店ラーメン信玄で長年腕を磨いた実力派。しかしここで味わうラーメン、修行先とは一線を画す煮干しラーメンの煮干しの極み。見てください、この透明感。看板メニュー煮干し中華塩です。15時間以上かけてじっくりと水出しした煮干しの旨味が五臓六腑に静かに染み渡る。合わせる麺はパツンとキレの良いストレートの細麺。修行先譲りのマイルドな味噌も人気ですが、まずはこの一杯、煮干しの純度を極めた世界を体験してほしい。しかしこの高崎にはもう一つの顔があるんです。それが毎月第1、第3、第5火曜日と毎週金曜日にだけ現れる黒のれんの日。この日、いつもの煮干しラーメンは姿を消し、提供されるのは特別な味噌ラーメンだけ。驚くべきはそのこだわり。平日の煮干し系味噌とはスープも麺も作り方は全て別物。黒のれんのためだけに用意されるスープは豚骨、鶏ガラ、そして野菜を20時間以上気の遠くなるような時間をかけてじっくりと炊き上げられます。その味わいは修行先である名店ラーメン信玄の流れを組んだ驚くほどコク深くマイルドな仕上がり。
合わせるのは札幌ラーメンの王道、森住製麺の熟成縮れ麺。信玄譲りのラードのコーティングがないタイプのスープ、そしてトロトロの香ばしいチャーシュー。信玄ファンなら思わずにやりとしてしまうはず。洗練された煮干しの表、魂を継承した濃厚味噌の裏。どちらに出会えるかはあなたの訪れるタイミング次第です。さて、清田の底力はまだまだこんなもんじゃありません。次の一杯はこの地で20年以上、家族連れからお一人様まであらゆる世代の胃袋を掴んで離さない清田の良心。たどり着いたのは住宅街にひっそりと、しかし確かな存在感を放つラーメン喜多郎。一歩入ればそこは温かい空気感に包まれたアットホームな空間。小さなお子様連れでも安心、まさにファミリーの聖地です。と思ったその時、ちょっと待ってください。見てください、このチャーシュー。フレームに収めるのが大変、箸で持ち上げるのも一苦労な超ド級サイズ。これが喜多郎の代名詞。面白いのはこのお店、ネットのレビューを覗いてみるとおすすめが驚くほどバラバラ。白味噌が至高、いや豚塩こそ正解。醤油のコクがたまらない。まろやかな豚骨ベース、あっさりとした鶏ガラベース、2種類のスープを使い分けるからこそ誰もが自分の運命の一杯に出会えてしまう。それが喜多郎の凄さです。こちらがあっさり鶏ガラスープを使用した鶏醤油ラーメン。鶏ガラの旨味がじんわりと広がる驚くほどピュアな口当たり。軽やかでありながらしっかりとしたコクもある。このどこか懐かしく、それでいて洗練された正統派の味わいが、あの巨大なチャーシューの脂の甘みをさらに引き立ててくれるんです。そして数あるメニューの中で私のお気に入りはこの白味噌。まるでポタージュのようにどこまでもクリーミー。一口すすれば白味噌特有の優しい甘みと豚骨の深いコクが重なって体中にじんわりと熱が落ちていく。このまろやかさがたまらないんです。この動画を見て実際に行って皆さんのお気に入りのコメントも教えてくださいね。独創的な虎、洗練された高崎、そして深く根付いた喜多郎。札幌清田区、ガイドブックには載っていない地元民だけが知るヤバい名店たち。次の休み、あなたはどののれんをくぐりますか？この3軒は北の通り沿いで実は意外と近い。その日の気分で選ぶのもきっと楽しいはずです。皆さんはどのお店から行きますか？今日は観光客の知らないおすすめ3店舗をご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。